皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。この本を読むだけで、あなたの組織のコミュニケーションが劇的に変わります。組織の中で言いたいことが言えなかったり、ミスを恐れて発言を控えてしまう場面はよくありますよね。それは心理的安全性が低い状態です。香川正則氏が執筆した「なぜ組織の心理的安全性が高まらないのか」は、組織内でこの心理的安全性をどう高め、円滑なコミュニケーションを実現できるかについて具体的に説明しています。心理的安全性とは、チームのメンバーが自由に意見を言い合い、失敗しても責められず、学びに変えられる環境のことです。この本では特にエマジェネティックス EG というツールを使って組織のメンバーが互いの違いを理解し、協力しやすい職場づくりの方法を解説しています。この動画ではこの書籍の紹介をし、どんなメリットがあるのか、私の感想も交えながらお伝えします。組織の問題を抱えている方、チームのパフォーマンスを向上させたい方にぴったりの内容です。ポイント1、心理的安全性の低下とその影響。なぜ組織の心理的安全性が高まらないのかで最も重要なテーマの一つは、心理的安全性が欠如した場合にどのような影響が組織に現れるかです。心理的安全性が低いと、社員が自由に意見を言えなくなり、ミスを恐れて発言や行動を抑える傾向が強くなります。その結果、組織内での創造性やコミュニケーションが滞り、チーム全体のパフォーマンスが大きく低下します。一例として、部下が上司や他の同僚に意見を言いにくい状況が生じると、重要なフィードバックが伝わらず、問題が見過ごされる可能性があります。また、チーム全体での意思決定においても、一部の意見に偏りが生じ、組織全体が不利益を被ることがあります。これらの問題は、特に迅速な意思決定やクリエイティブな発想が求められる現代のビジネス環境では致命的です。本書では心理的安全性が低下する原因を具体的に説明し、その結果として現れる生産性の低下やチームの団結力の欠如についても詳しく触れられています。心理的安全性を高めることが組織全体のパフォーマンス向上に直結することを著者は明確に示しています。私自身もこの部分を読んで、かつての職場で同じような状況に陥ったことを思い出しました。当時、誰もがミスを恐れて意見を控えてしまい、その結果、プロジェクトが遅延し、大きな損失を被ることになったのです。この経験から、心理的安全性の重要性を改めて感じました。ポイント2、エマジェネティックス EG の活用で心理的安全性を高める。本書のもう一つの大きなテーマは、エマジェネティックス EG を活用して組織内の心理的安全性を高める方法です。EG は思考と行動の特性を科学的に分析し、個々のメンバーの強みやコミュニケーションスタイルを可視化するツールです。これにより、チームメンバーが互いの違いを理解し、適切に対応できるようになります。EG を使うことで、自分自身の普通と他者の普通が異なることを認識することが、心理的安全性を高める第一歩となります。例えば、ある人は論理的な思考を重視し、他の人は感情を重視する場合、コミュニケーションがうまくいかないことが多々あります。しかし、EG を使ってこの違いを理解し、
お互いに尊重することでチーム内の対立を減らし、協力を促進できます。具体的には EG によって作成されたプロファイルシートを共有することで、各メンバーがどのように考え行動するかが明確になります。これにより意見の衝突は減り、初対面のメンバー間でもスムーズなコミュニケーションが可能になります。また、プロファイルに基づいたフィードバックを行うことで、各メンバーが自分の強みを最大限に発揮できるよう支援できます。私自身もこの手法を試してみたところ、以前は衝突していた同僚とのコミュニケーションが劇的に改善しました。特に感情的な対立が減り、業務がスムーズに進むようになりました。この方法は実際に効果があると実感しています。ポイント3、心理的安全性の高い職場がもたらすメリット。最後に、本書は心理的安全性が高い職場がもたらす具体的なメリットについても詳しく解説しています。心理的安全性が確保された職場では、社員が自由にこれが苦手だと言える環境が整います。これにより、互いの弱みを補い合い、チーム全体が最大のパフォーマンスを発揮できるようになります。特に重要なのは、心理的安全性が高いと失敗が責められるのではなく、学びの機会として捉えられることです。これにより社員はより積極的にチャレンジし、創造的なアイデアを提案できるようになります。チーム内での信頼関係が深まり、お互いに補完し合うことで個々の弱点がカバーされ、全体としてのパフォーマンスが飛躍的に向上します。さらに、心理的安全性の向上は、社員のメンタルヘルスにも大きな影響を与えます。自由なコミュニケーションが可能な環境では、社員はストレスを感じにくく、結果として離職率の低下や生産性の向上が期待できます。本書では、具体的な事例を通じて、これらのメリットがどのように現れるかが明確に説明されています。私もこの考え方を取り入れた結果、職場でのストレスが減り、仕事がより楽しく感じられるようになりました。チーム全体も以前よりも結束が強まり、目標達成に向けて効率的に働けるようになりました。本書で印象的だったのは、著者が自らの会社でエマジェネティックス EG を活用し、組織の問題を解決した具体的なエピソードです。彼の会社では、社員のコミュニケーションに課題があり、特に上司と部下の間で意思疎通がうまくいっていませんでした。上司は、効率的に仕事を進めるべきだと指示していたものの、部下はその効率的の意味を理解できず、双方が不満を抱えていたのです。この状況に対して EG を使ってチームメンバーの思考と行動をプロファイリングし、お互いの強みや弱点を可視化しました。すると、上司が重視する効率的な仕事とは何を意味しているのかが明確になり、部下は自分の得意分野を生かしながら、その期待に応えることができるようになりました。結果として、コミュニケーションが円滑になり、組織全体のパフォーマンスが大幅に向上したのです。さらに、このエピソードの重要な部分は、部下だけでなく上司も変わった点です。上司も自分自身のコミュニケーションスタイルを見直し、部下との対話の仕方を改善しました。この双方向の変化が組織全体の信頼関係を深め、心理的安全性を高める一助となったのです。このエピソードは、心理的安全性の重要性を実感させるものであり、
組織運営における思いやりと相互理解の必要性を強調しています。このエピソードを読んで特に感銘を受けたのは相互理解の重要性です。私自身も以前上司との間でお互いの期待値がすれ違いストレスを感じていた経験があります。当時上司は業務のスピードを重視していましたが私は精度を優先していたためどちらも満足のいく結果が得られず誤解が積み重なっていました。この本を読んで私たちも EG のようなツールを使いお互いの価値観や考え方を可視化していればもっと早く問題を解決できたのではないかと感じました。さらにこのエピソードを通じて心理的安全性が単なる意見を自由に言う環境ではなく互いの強みを生かし弱みを補完することで築かれるものであると理解しました。コミュニケーションのすれ違いが解消された瞬間組織内での信頼感が急速に高まり業務がスムーズに進むようになった経験は自分自身も感じたことです。そのためこのエピソードを読んでから私も仕事の中で相手の視点をより意識するようになりました。実生活での生かし方。なぜ組織の心理的安全性が高まらないのかで紹介されている方法は職場だけでなく日常生活にも応用できます。特にエマジェネティックス EG によって自分と他者の普通が異なることを理解するプロセスは家族や友人あるいはパートナーとのコミュニケーション改善にも役立ちます。私たちはつい自分の価値観や行動が当たり前と考えがちですがこの本を読んでから他者の視点や考え方を尊重することの重要性に気づきました。例えば日常生活でも家族や友人との間で意見の衝突がある場合その背景にある思考や感情の違いを理解することでお互いの意見を尊重しながら解決策を見つけやすくなります。この本で学んだアプローチを日常に取り入れ相手が何を重視しているかを意識して対話するようにすると衝突が減り関係がより良好になったと感じます。私自身この本で紹介されている心理的安全性を高めるための方法を実際に職場で試してみました。特にチームメンバーとの会話で自分の意見を言うことへの恐れを感じている部下に対して EG のプロファイルをもとに個別の接し方を工夫しました。その結果彼は少しずつ自信を持って意見を言うようになりチーム全体の雰囲気もリラックスしたものに変わりました。またプライベートでも家族との対話で互いの違いを認めるという考え方を実践しています。これまでは小さな意見のすれ違いで衝突することが多かったのですがこの本の教えを参考にお互いの視点や価値観を尊重することでより円滑なコミュニケーションが取れるようになりました。この本のアプローチは仕事だけでなくあらゆる人間関係に応用できると実感しています。最後にまとめです。なぜ組織の心理的安全性が高まらないのかは組織の心理的安全性をどう高めるかについて非常に具体的かつ実践的なアドバイスが詰まった一冊です。特にエマジェネティックスというツールを使った個々の違いを理解し合うアプローチはコミュニケーションがうまくいっていないチームや職場にとって非常に有効です。
著者の実体験をもとに書かれているので、理論だけではなく現実にどう機能するかが具体的に描かれています。この本は特にチーム内での対立や意見の衝突に悩んでいるリーダーやマネージャーにとって有益で、メンバー一人一人の特性を理解し、それを生かすための実践的なツールや手法を知ることができます。心理的安全性が高まることで、チーム全体の生産性が向上し、メンタルヘルスの向上や離職率の改善など、多くのメリットがもたらされる点も強調されています。同行者の感想とおすすめ度。この本を読んで特に印象に残ったのは、自分と他者の普通の違いを理解するという部分です。私は過去にチーム内でコミュニケーションの齟齬が原因で困難な状況に直面した経験がありますが、この本で紹介されているアプローチを取り入れれば、そのような問題を未然に防ぐことができたのではないかと感じました。EG を使った具体的な手法は、実際に試してみる価値があると感じさせる説得力がありました。特に心理的安全性の重要性に気づき始めた方や、チーム運営に課題を感じているリーダーには強くお勧めしたい本です。唯一の改善点を挙げるならば、EG の概念やツールの導入に少し敷居が高いと感じるかもしれない点ですが、全体としては非常に有益な情報が詰まっています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回ご紹介したなぜ組織の心理的安全性が高まらないのかは、心理的安全性の重要性に気づかせてくれるだけでなく、それを具体的にどう実践するかについても非常に参考になる一冊です。組織内でのコミュニケーションやチームビルディングに悩んでいる方には、ぜひ手に取っていただきたい本です。この本を通じて、あなたも組織やチームの中で心理的安全性を高めるためのヒントを得ることができるでしょう。もしすでに読んだ方がいれば、ぜひ感想をコメント欄でシェアしてください。皆さんの経験や意見を共有することで、より多くの人が学びを深められるはずです。また、今後も役立つ書籍のレビューや知識を紹介していきますので、チャンネル登録をお忘れなく。次回も楽しみにしていてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。